趣味が多くていいですねって言われるんですよ。趣味が多いっていうのは絵を描いたり音楽をやったり庭作りとかね、木工で、まず僕は趣味だとは思ってないんですけど、趣味って余暇を使って何かの合間にやることでしょう。僕もそればっかりやってるんで趣味ではないんですけども、趣味というよりなんて言うんですかね、探求に近いかもしれないです。なんか全部つながってるんですよ。絵も音楽も庭作りも木工も。傍から見るとなんかあちこちいろんなものに手を出してるように見えるのかもしれないし、自分でもそう思うこともなくはないんですよね。ただ自分の中ではずっと同じものを追いかけてる感覚があるんですよ。なんか絵描いてても庭作っててもこう光とか空気とか、リズム、余白、時間の流れとか手触りとかでね、僕何でも没頭しすぎちゃう癖があるんですけど、これがいい癖なのか悪い癖なのか分かんないんですけど、何にでも没頭しすぎちゃって、没頭してると没頭し続けると、ある時突然その世界の見え方が変わる瞬間が来るんですよ。昨日までできなかったことが突然できたり見えたりする瞬間が突然やってくるんですね。それが面白くてたまんないんですよ。なんか絵描いてたら、ここは筆で塗るよりあれこれ指でこすった方がいい感じになるんじゃないかとか、ナイフで絵の具を置いた方がなんか空気感が出るんじゃないかとか、そういう感覚がこうずっと没頭してると体からふっと出てくることがあるんですよ。それ音楽で言うともう理論じゃなくて、とにかく没頭して吹いたらこのコード進行に対して偶然自分から出た音が今の良かったなとか、そういうふうにして新しいことが身についたりするんですね。で、庭作りもね、僕なんか全然植物の名前とか全然わかんないんですよ。多分庭作りとかやってない人はそういうもんだと思うんですけど、僕も庭作りを始めるまではこんな山の中に住んでいて、いろんな植物があって目には入ってたんですけど、ちゃんと見てはいなかったなと思うんですよね。でも自分で植物をいじるようになったら、その辺の植物の見え方が全然変わってきて、ただの雑草だったものにこう性格とか意味が見えてくるんですよね。それが見えるっていうことなんですよ。つまりこの上達っていうのは単に技術が上がることではなくて、知覚が変わることなんじゃないかと思っています。ただね、そういう探求にはね、必ずこう停滞期がやってくるんですよ。始めた頃は面白くて、どんどんゼロの状態から始めて、どんどん上手になっていく。ただある程度上手になると、そこでもうビタッと、なんていうの、成長曲線っていうんですかね。それがもう横一文字になっちゃう時期が必ず来るんですよ。で、そんな時、別の分野に移動するんですよ。絵で行き詰まったら楽器をやったり庭をやる。楽器で行き詰まったら絵を描いたり庭をいじったり木工をやる。するとね、
不思議なことにその別ルートから突破口が見つかったりするんですよ。だからね、物事って全部つながってると思うんですよ。下の方で。友人からね、なんか最近サックスやってないみたいだけど、飽きたのって言われることもあるんですよ。やめてないんですけどね。ただ、没頭を一時中断してるだけで、やめてないんです。絵を描いてる時に、サックスの演奏の表現とか、音楽的な間とか、リズムとか、そういうものを考えてることがあるんですよ。本当だからね、一見バラバラに見えても、そう、絵を描いてる時に、急にサックスの演奏のヒントが降りてきたりする。その時に慌ててサックス持つんですけど、だから本当一見バラバラに見えても、下の方で全部つながってるんですよ。だから多動的な散漫さと探求としての横断っていうのは全然違うものなんだと思うんですね。どちらも一見すると次々と違うことをやってる人に見えちゃうんですけども、前者はね、多動的な散漫さっていうのは刺激を求めて次々といろんなことをやる人だと思うんですよね。探求の横断っていうのは解像度を上げるために別ルートに移動してる。僕は後者なんですけどね。だからね、いろんなことをしてるっていう感覚はないんですよ。同じ山、一つの同じ山を別の方向からルートを変えながら登ってるっていう感じに近いのかなと思います。なんかね、ふと前に、その友達からなんか最近サックス飽きちゃったんじゃないのっていうふうに言われて、その時すっと答えが返せなかったんですけど、なんとなくね、頭の中で整理がついたので、今ここに、残しておきますっていう感じです。ちょっとね、近況で言うとね、ちょっと、池がね、また水が漏れている感じなんですよね。ちょっと、ここのところ晴れが続いたんですけど、水の減りが早い。蒸発しているだけにしてはちょっと早い感じがするんですよ。で、メダカたちも卵を産み始めたのでね、ちょっと保険として昨日水蓮鉢を買ってきまして、そっちにその卵のついた水槽とかを移して、で、ちょっと大きい火鉢でも買おうかなと思って、もう一個ね。で、そっちにメダカを避難させて、で、池の方はね、ちょっともう一回修復するか、ちょっと考えなきゃいけないなっていうふうに思っているところです。もう5月も後半ですね。間もなく梅雨がやってきますけど、うまいことやり過ごしていきましょう。では、バイバイ。